はいどうも、明智ピロシキです。カーナポです。お願いします。今回解説するキャラクターはチャオです。チャオだ。やったやったはい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 。喜んでるね。楽しみ。可愛いよね、チャオ。好きですよ。はいお待たせしましたなのかな、シリーズを代表するマスコットキャラ、ぽよぽよ可愛い不思議な生き物、チャオですね。はい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 。映画最新作にも登場してましたよね。そうですね。あれは着ぐるみだったんですけど、そうかそうか。はい。最新の映画やゲームにも登場し、新作アニメの公開も予告されているなど、今後もシリーズマスコットとして大活躍してくれそうなチャオですが、そもそもどういう存在なのか知らない方もいらっしゃると思います。確かに改めてね、チャオって何って言われるとよくわかんないですね。今回はそんなチャオの基本情報やキャラ設定を徹底解説します。この動画を見ればチャオがどんな生き物でソニック世界においてどんな存在なのかがバッチリわかるようになってます。なるほど。またチャオはソニックシリーズの物語や世界観を読み解く上で意外にも重要なポジションだったりするので、そういう話に興味がある方は特に必見の内容になっていると思います。ぜひ最後までご視聴ください。我々あけたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマにソニック歴20年以上のオタクが解説考察ゲーム実況などいろいろ投稿しております。ソニックに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。まずはじめにチャオの概要をさらっと説明していきたいと思います。はい、お願いします。初登場は1998年ソニックアドベンチャー。そうなんだ。いわゆるモダン期最初の作品ですね。本作ではナックルズの祖先である古代ナックルズ族と破壊神カオスの戦いが描かれまして、チャオはその物語に関わるキャラとして登場しました。そしてチャオを語る上で外せない最も重要な要素と言っていいのがチャオガーデンですね。チャオガーデン。はいはい。ソニアドとその続編であるソニアド2には本編とは別にチャオガーデンというサブゲームが用意されてまして、プレイヤーはチャオとのコミュニケーションを楽しんだり、チャオを育成してレースや空手に挑んだりできるっていうものだったんですね。チャオの可愛さもさることながら、育成要素の奥深さがガチめでして、本編以上にのめり込んだ人も少なくないと思います。そうでなくても実際遊んだことがある人からしたら、チャオといえばまずチャオガーデンを思い出す人が大半なんじゃないかってぐらい印象深いサブゲームだったんですよね。確かに。その後はシリーズのマスコットキャラ的なポジションを担いつつ、時にはプレイヤブルキャラとしてカートレースやシューティングに参戦したり、メインキャラの一人であるクリームちゃん、クリームの相棒チーズみたいな、独自の個性を持ったネームド個体が登場したりしました。以上がざっくりとしたチャオの概要です。なるほどね。当時からそのチャオガーデンを使った育成要素のあるゲーム性がファンの間で人気だったりとかもしてて、で今ではマスコット的なポジションを確立しつつ映画とかの作品にも登場してるみたいな認識で大丈夫ですか？大体そんな感じです。なるほどなるほど。はい。チャオの概要が分かったところで、ここからはチャオのキャラクター設定についてより詳細に解説していきます。はい、お願いします。まず名前についてなんですが、チャオっていうのは特定なキャラクター名ではなくて種族名と思っていただいていいと思います。チャオ族みたいなイメージ。そうですね。チャオ族という、生物のグループがあるんだというふうに思ってください。猫科みたいなもんね。そうだね。なるほどなるほど。そういうことだね。はい。名前はもう独自に付けられるの。なるほど。自分たちで。はい。という感じです。アルファベットで表記すると CHAO でチャオなんですね。これは混沌を意味するカオスから S を抜いたところからおそらく名付けられていて、後ほど説明するんですけど、カオスエメラルドやカオスといったキャラクターとの関係を感じさせる名前になってますね。なるほど。身長と体重はソニックチャンネルのキャラクター紹介ページによると不定となっており、これは個体差があるっていうことなのか、大きさとか重さを変化させられるっていうことなのか、どちらなのかはよく分かりません。明かされてはないということですね。ただゲームやアニメでのサイズ感を見る限り、身長はソニックの半分ぐらいなので、およそ50センチくらいじゃないかと思います。なるほど。可愛いサイズ感だね。これは出生時の人間の赤ちゃんと大体同じぐらいの身長なんですよね。なるほどなるほど。平均で大体50センチぐらいなんですよ。で体重については、各キャラクターがチャオガーデンでチャオを抱っこするときに、よいしょとか言うので、ある程度重量感あるんじゃないかなということですよね。ふわふわな感じじゃないってことだよね。ある程度の重量は感じると。なるほどなるほど。仮にこれも人間の赤ちゃんくらいだとしたら、大体3キロぐらいなんじゃないかな。イメージしやすいな。ということですね。なるほどね。で見た目についてなんですが、頭の形が雫みたいになっていて、これは可愛いですよね。なんか雫みたいな形っていうと、ピッチョンくんとか雫ちゃんとかわかるかな。わかる。なんか似たようなやつがいるよね。いますよね。いるんですけど、一番先輩はチャオです。そうなんだ。先駆者なんだ。あのタイプの。あのタイプはもうチャオ族と呼んで差し支えないんじゃないか。言い過ぎだな。思ってます。差し支えあるだろう。先輩なんだね、チャオのが。チャオが一番先輩ですね。背中に羽が可愛く生えてまして、頭の突起の上に丸い球体が浮かんでるんですよね。
この球体はチャオの感情だったりリアクションによって形が変化していきまして、通常はまん丸なんですけど、嬉しい時はハート型で、ちょっと転んじゃったりとか眠かったりとか、ネガティブな時はぐるぐるの螺旋状になりまして、そうなんだ。で何か考えてる時はハテナマークになったり、ひらめいたっていう時はびっくりマークになったり。かわいいな。そうなの。ポンポンを見ることによってチャオがどんなことを考えているのかっていうのが分かるようになってるんですね。なるほどね。続いてチャオの生態についても解説していきます。基本的に澄んだ水辺で、かつ外敵の少ない場所に生息してます。ミスティックルーインとか、エンジェルアイランドの周辺には野生のチャオが結構いるイメージですね。ソニックアドベンチャーのね、フィールドステージだったり、ナックルズが住んでる浮遊島ですね。あそこにも生息が確認されています。その他ステーションスクエアという都市部なんですけど、ここにも人工のチャオガーデンが作られていて、そこで保護されている個体もいるんですよ。ホテルのエレベーター登ったところのやつでね。あれもソニックアドベンチャーで登場するんですけど、割と人間社会にも受け入れられていて、人間が保護対象として、絶滅危惧種みたいな扱いで保護しているっていうところも面白いところですよね。なるほど。近年の作品だと澄んだ水辺じゃなくてもアクティブに活動する様子が描かれたりしてるんですけど、本来のチャオの設定上は、こういう形ですね。澄んだ水辺の、外敵が少ない、ホタルみたいなもんですよね。綺麗な環境にしか本来は住めないけど、そういうことです、ね。最近は都会でも結構イケイケみたいな感じなんですね。何か変化があったのかは謎なんですけど。なるほど。ということは一応理解しておいてください。了解です。チャオは卵から生まれる卵生です。卵揺らしたりしますもんね。そうなんですよね。生まれた時からもう基本的な姿をしていて、で性別はないです。そうなんだ。基本的に遊んで食べて寝るを繰り返して生活してます。羨ましいね。なるほど。一番いいね。でヤシの実とか木の実類を好んで食べるんですよね。ある程度成長するとチャオは水色の繭に包まれまして、幼体、つまり子供から成体、大人へと進化します。進化とともに姿が大きく変化することがあるんですけど、それについてはまた後ほど解説したいと思います。了解です。成体になった後も活動は大きく変わらないんですけど、繁殖期を迎えるようになるんですね。で卵を産みたくなったチャオは、周りに花を咲かせるっていうことで合図をするんですね。そんなことできんだ。謎の現象です。どういうことなのか分かんないんだけど、チャオの周りに突然花がこうサークル状に咲き乱れまして、そうした状態のチャオっていうのは今すぐ卵を産みたいよっていう状態ですね。相性のいいチャオがそこに近づくと、繁殖ダンスっていう。繁殖ダンス。一応これ公式の表記だったと思うんですけど、繁殖ダンスというのを踊りまして、このダンスが成功すると卵が生まれます。なんか相性のいいダンスパートナーを見つけると卵が生まれるんだ。そうなんですね。で卵を産んだチャオっていうのは寿命が少し縮んじゃうんですけど、その能力や特徴が子供に受け継がれていくと。なるほど。感じなんですね。今子供って言ったんですけど、チャオに親子っていう概念はおそらくなさそうで、家族とか群れみたいな社会性は特に確認はできません。そうなんだ。ただ子供は産めますよということですね。なるほどね。今ちらっと寿命の話も出てきたんですけど、チャオにも寿命がありまして、チャオ年齢でだいたい5歳前後で寿命を迎えます。チャオ年齢。チャオ年齢っていうのは明智が便宜的に言ってるんですけどチャオの年齢っていうのが一応ありまして、5歳前後で寿命を迎えます。寿命を迎えると灰色の繭が出てきまして、そこでこう一生を終えてくるんですね。そうなんだ。灰色の繭に包まれたチャオが灰色の繭の中で消えていくっていう。消滅していくんだ。消滅していくっていう形で、その命を終えると。不思議な命だね。儚い生命体なんですね。なるほど。ただですね、幸せな人生を送ったチャオは寿命を迎えるとピンク色の繭に入るんです。灰色じゃなくて？灰色じゃなくて、ピンク色の繭に入ったチャオは転生、つまり生まれ変わります。何それ？その繭の中に入って、その繭がファーっと消えると、赤ちゃんの状態で、また命を授かるんですよ。そうなん？そうなんです。何それ？そういう生命体なんですよね。記憶は引き継いだりしないのかな？そこは引き継いでないと思われるんですが、強くてニューゲームみたいな感じじゃなくて、本当になんかリセットされるみたいな感じなのかな？そうですね、ほとんどリセットに近いかな。これはゲーム上の設定ですけど、若干の能力とか好き嫌いとか、性格の一部みたいなものは引き継いでいたりするので、本当に生まれ変わりみたいな部分はあるんです。完全なゼロではなくて。
はいはい。そんなような特徴があったりしますね。そうなんだ。幸せに人生を全うできるとピンク色の眉に入るパターンがあるんですね。そうですね。なるほどな。なのでせっかくなのでチャオに優しくしてあげてくださいね。確かにピンク眉目指して育成したいもんだね。はい。こっからはチャオの一番面白いんじゃないかっていう部分について説明していくんですけど、はいはい。チャオの成長と進化についてですね。成長と進化。はい。はいはい。そもそもチャオって決まった進化のルートをたどるってことがなくて、成長とともに様々な姿に変化するし、様々な進化をしていきます。はあ、なるほど。ピカチュウの次がライチュウに必ずなるみたいなルートは決まってなくて、はい、チャオっていろんな形になり得るよってことなんです。そうですね。はいはいはい。しかもそれも本当にグラデーションで変化していくので、すごい複雑な進化をしていくんですね。公式の文献でも定められた進化の方向を持たないとか、あらゆる進化の可能性を秘めた生き物とか説明されていて、とにかくこの成長とか進化っていうのがチャオの特徴なんだっていうのが結構強調されたりするんですよ。なるほど。そんなチャオの成長と進化に関わる一つの大きな要素がキャプチャです。キャプチャ。ソニックチャンネルのキャラクター紹介に他の生命体と触れ合い、その性質を取り込み変化することで環境に適応していくと書かれてまして、これどういうことかっていうと、小動物ってソニックのシリーズ出てくるじゃないですか。エッグマンのロボットの中に動力として入っている動物たち、あの動物たちを吸収してチャオに抱っこさせたりすることができるんですね。そうするとチャオはその動物の身体能力だったり身体の特徴の一部を継承することができるんですよ。この能力のことをキャプチャと呼ぶんですね。なんか馬肉食ったら足が速くなるみたいな、そういうその民間のなんかおまじないみたいなそういうことではなくて馬を抱っこしたら馬の脚力を手に入れるみたいな、そのぐらいのスピード感、その動物の特性みたいなものを自分に吸収できる能力がチャオのキャプチャーですね。走るのが得意な動物をキャプチャーすれば速く走れるようになる、泳ぎが得意な動物をキャプチャーすればうまく泳げるようになる。なるほど。で飛べる動物キャプチャーすると飛べるように飛ぶのもいけんだなりますね。その背中の羽が飾りじゃなくなるんですよ。なるほど。でさらにキャプチャーした動物の手足だったり翼だったり角とか牙とか尻尾とかそういったパーツがチャオの体にこう生成されて、いろんな動物を取り込んで最終的にキメラみたいな状態になるんですね。わけわかんない生き物になっちまうわけだ。わけわかんない生き物になります。なるほど。こういうのがチャオの面白い特徴の一つになっています。先ほどチャオが生体に進化する際に大きく姿を変えるみたいなことを言ったんですけど、この大きく姿を変える際には属性そしてタイプ、この2つの要素が関わってます。属性とタイプ。急にゲームっぽくなりましたけど、そうだね。聞いてください。まず属性っていうのはチャオの性格とか育てられ方に紐づいてまして、ニュートラル、ヒーロー、ダーク、この3つが存在します。なんかニュートラルチャオ、ヒーローチャオ、ダークチャオ、3個1みたいな印象ありませんか？確かになんか見たことあるかも。この3つっていうのはチャオの属性なんですね。そうなんだ。でチャオは生まれ方によって仲良し、おすまし、やんちゃ、いずれかの性格がベースになるんですけど、この性格や他者との関わり方によって生態に進化するときにこの3つの属性のいずれかに分化するんですね。性格とか育ち方によってニュートラルかヒーローがダークのいずれかになるってことね。なるほどなるほど。ニュートラルは生まれた時の姿、ノーマルな姿とほぼ同じ特徴を維持していて、中間的な性格をしているんですね。ヒーローは体が白くなって頭の球体が天使の輪っかみたいな形になります。でおとなしめの性格になるんですね。ダークは体が黒くなって頭の球体がトゲトゲになりまして、で羽もコウモリの羽みたいになるし、本当に小悪魔みたいな状態になって、で性格もちょっと意地悪でやんちゃな感じになるんですね。そうなんだ。でこの属性っていうのは生態に進化した後は変わることがないです。一回ヒーローになったらダークになったりとかニュートラルになることはないわけだ。ないですね。なるほどな。でこの属性の変化っていうのは生態に進化する時に発生するので、ヒーローチャオとかダークチャオって基本的に大人チャオなんですよ。そういうことか。ニュートラルのチャオっていうのは子供の時はああいう形してるんで、見た目だけだと子供なのか大人なのか分かんないんですけど、ヒーローかダークだったらもう大人チャオなんで。なるほど。そういう見方ができるわけです。もう生態のチャオだよというのが見た目から分かるわけだ。もう一つの要素、タイプについてなんですが、これはチャオの能力に紐づいてまして、泳ぎ、飛行、走り、力、ノーマルという5つのタイプが存在します。
チャオは泳ぎ、飛行、走り、力のこの4つの能力を育てることで、絶えず姿とか色も変化していくんですね。で、生体に進化する際にそれまでの能力がどんな風に育ってたかによってこの5つのタイプのいずれかにこう変化していくんですよ。泳ぎが強ければ泳ぎタイプ、飛行が強ければ飛行タイプで、バランスがいいとノーマルタイプに進化するみたいな感じですね。なるほどなるほど。でこのタイプの方に関しては進化した後も変化がほぼ一生続いていきます。大人になった後も泳ぎタイプの大人になったけどこの後ちょっと飛行寄りになりましたとか、この後ちょっと走り寄りになりましたみたいなのがずっと変化していくんで、ずっとチャオって体の形とか色とかが変化していくんですよね。なるほど。ただ大きな変化っていうのはこう生態への進化のタイミングだけ発生するので、ベースみたいなタイプっていうのは大人になった時に発生します。ちょっと複雑な説明でしたけどなんとなく分かりましたかね。人間の子供と一緒でやっぱこう幼い時に何させてたかとかどういう教育してきたかでやっぱ大人になった時の分岐がすごい全然違うものになるみたいな、これはもうチャオも通ずるところあるんだなって感じましたね。チャオは本当に育ち方や環境が分かる水鏡のような存在ですねみたいなことを公式が言ってましたけれども、そうなんだ。チャオを見ることで親の関わり方とかが全部見えちゃう、なるほど。なかなか罪深い特徴ですよね。そうだね。で成長の仕方によってはですね、例えば走りがすごく高まっているチャオは、ソニックとかシャドウみたいな姿になったり、飛行が高まっているチャオはセガのナイツのような姿になったり、そうなの？ちょっと面白いファンサービスみたいなのも用意されてますよね。面白いね。いろんな姿のチャオを成長させることができると。そうなんだ。ですね。もう一つ、チャオが子供から大人になるときに突然変異をすることがありまして、突然変異、これが究極のチャオと言われているカオスチャオです。カオスチャオ。ニュートラル属性のライトカオス、ヒーロー属性のヒーローカオス、ダーク属性のダークカオスという3種類いるんですけど、もうタイプとか関係なく、カオスっていう状態のチャオがいまして、何それ？謎が多い存在で本当になぜ発生するのか未だわからないみたいな状態なんですけど、繁殖能力を失っている代わりに永遠の命を持っている。究極生命体ってこと？ピンクの眉にも灰色の眉にもならない。とにかく不老不死。一度カオスチャオになったら永遠に存在できるという。気持ち悪い。なんかそんなのが突然生まれるんだ。突然生まれることがあります。このカオスチャオをどうやって埋めるのかというのが、当時チャオブリーダーたちの間では議論が交わされまくりまして、そうなんだ。今長年の研究の結果完全に解明されてるんですけど、そうなの？興味がある方は調べてみてください。解き明かしたんだ、チャオブリーダーたちが。チャオブリーダーたちがこの突然変異の謎を解き明かしてますので、発生させることできます。なるほど。こんなカオスチャオというチャオの不思議の一つで面白いんじゃないかなと思います。究極のチャオ、カオスチャオね。以上がチャオの成長と進化についてですね。なるほど。一応ここまでの話の注意点として、このチャオの性質とかってチャオガーデンのゲーム要素から読み取っている部分が多いんですよ。だからどこからどこまでがゲームとしての仕様の話で、どこからどこまでがチャオというキャラクター設定、ストーリーとかにも関わってくる設定なのかっていうのは、はっきりしてないんですね、正直。なるほど。今回の動画ではゲーム上の仕様もチャオのキャラクター設定だという解釈でちょっと一緒くたにして解説したんですけど、本来なら分けて考えるべきことというか、例えば例を出すと、チャオはだいたいチャオ年齢5歳ぐらいで寿命を迎えますって言いましたけど、じゃあクリームのお友達のチーズは寿命を迎えるんですか？確かに。とか、ちょっとその辺の辻褄合わなくなりませんかみたいなことって結構あったりするんですよ。全てのチャオが本当に同じようなルールの中で進化していくのかとかね、そういうところに関しては分けて考えるべきなんですけど、一旦この動画では一緒くたにして、チャオのキャラクター設定として紹介させていただきました。なるほど。逆にチャオガーデンの細かい仕様、例えば飛行に進化するにはパラメーターがどうでとか、ヒーローチャオに進化するには相性がどうでとかっていうのもあるんですけど、その辺は無視してます。ちょっとキャラクター設定っぽく若干アレンジしてお話しした部分があるので、その点はご了承の上で、楽しんでもらえればなと思います。なるほど。分かりやすいようにゲームシステムとキャラの設定を明智なりにギュッとまとめてご紹介したって感じですよね。そうですね。なるほどなるほど。ただ基本的には公式の情報だったりゲームで描かれている情報に基づいて説明してますので、大きく間違っているところはないかなと思います。了解です。ここからはトリピアといいますか、チャオに関する細々とした情報についてお話ししていき
きたいと思います。はい、お願いします。まずチャオが乗り物を運転できる謎はい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 。ソニアド2のね、対戦会とかでも、こうチャオが、チャオウォーカーっていうんですか、モービルに乗っかって、シューティングに参戦するみたいなね、絵面もありましたけども。ありましたね。あの感じですよね。そうですね。あとはレースゲームでレーサーとして参戦してたりとか、いろいろやってるんですけど、チャオって赤ちゃんですよね。そうですよね。っていうことですし、まあ、チャオガーデンの中でも知性ってそれほど発達してないような見え方をするんですね。ああ、そうなんだ。まあ、ちょっとしたこうスコップとかじょうろみたいな道具が使えたりとか、まあ、それなりにソニックたちとコミュニケーション取れたりとかするんですけど、さすがに乗り物を操縦できるっていうような、まあ、知性なんですよ。なるほど。なのでレーサーだったりパイロットみたいな形で登場しているチャオたちが何者なのか、これは謎です。そうなんだ。ここは明かされてない。明かされてない。チャオブリーダーたちの研究も行き届いてない。はい、なるほど。チャオブリーダーもあそこまではきっと育てられないと思うんですけどそうなんだ。はい、そこはどういうことなんですかセガさんということです、ね、それこそ突然変異種だったりするのかな。そうだね。なるほどね、はい、続いてチャオは言葉を喋れるのか。はいはいはいですね。気になる。基本チャオはチャオとか、チャチャオみたいなことしか言わないんですけど、はいはい、例えばですね、チャオ幼稚園という施設がありまして、あそこにいる園長先生とか、保健室の先生とか、占い師チャオなんですよ。はいはい。めっちゃ喋るんですね。あ、喋るんだ。めっちゃ喋ってます。あれはどういうことなのか。ほうほう。喋れるやつもいるんだね。喋れるらしいっすね。なるほど。ちょっとここもよくわからないですよね。はいはいはい。ソニックアドバンスとか、ゲームボーイアドバンスで展開していたシリーズにも、チャオのプチガーデンというミニゲームがあるんですけど、そこでもチャオがですね、画面越しにこう、プレイヤーに向かって、今日は疲れたチャオ。なんかつぶやいてくるんですよね。なんか錆びれた感じも哀愁すら感じるそのフレーズ。シーマンかってあ、確かにね、シーマン味あるね。シーマン味のあることをねやるんですよ。なるほど。なんとかチャオって、めっちゃ喋ってんじゃんっていう現象が行われたりするので、はいはい、ちょっとこの辺もどういうことなんですかセガさん。ふわふわしてんなということで、チャオは喋れる個体もいるらしい。なるほどな。喋れるやつもいるし、なんか疲れてるやつもいるってことね。なんか疲れてるやつも、まあもっと楽しい話してくれたりもするんですけど、世間話何パターンもあって面白いですからね。はい、というのもありました。なるほど。続いてはチャオの声について。チャオって歌うのが大好きで、結構声が可愛いんですよ。確かに。まあ、さっきのチャオみたいなのもそうですし、幼稚園でクラスに通っていると、ダンスとか歌とかを覚えてきてですね、ガーデンで歌い出したりするんですよ。うわ、可愛い。何それ。そうなんだ。その時の歌がポンポコ返金ホンコンホンマッゲヒーみたいな。可愛いんですけど、マジでチャオ以外の発音もできたんだっていう、ね、なるほど。そうだよね。確かに。めっちゃ歌ってるんですよ。この声が可愛いという話なんですが、このチャオの声はですね、実はナイツなどのセガのゲームで音楽制作を手掛けていた佐々木智子さんが担当してるんですね。チャオの声は佐々木智子さんが担当してます。あ、そうなんだ。はい。可愛いボイスはなんとセガのスタッフが担当してたということです、ね。知らなかった。なるほどね。はい。まあ本人ちょっと恥ずかしがってましたけど、そうなん、可愛い子なのに。未だに使われてたりしますからね。はい。まあ、チャオの声にまつわるトリビアでしたね。なるほど、面白いね。続いてチャオの種類について。チャオの種類ってすごい膨大にあるので、まあ、今回本当にかいつまんでの説明をさせていただくんですけど、チャオガーデンに行くとこう水玉模様のチャオの卵が置いてあってですね、まあ、そこからチャオが生まれてくるんですけど、これはいわゆる普通のチャオ、まあ、ノーマルチャオとか、ファンの間ではピュアチャオとか呼ばれたりするんですけど、もう本当に体の色の変化とかそういうのがもうダイレクトに現れてくるというか、一番スタンダードなチャオっていうのがまずいるんですけど、その他にですね、色のついた卵っていうのがありまして、赤い卵とか青い卵とかありまして、そこから生まれたチャオっていうのは一生色が変わらないんですね。そうなんだ。はい、これが色チャオと呼ばれる種類ですね。でこの色チャオの中にも亜種としてツヤツヤがついてるツヤ色チャオとか、光沢がついているレアなジュエルチャオとか、はい、金のチャオとか銀のチャオとか、なんかゲーム中に出てきたの見たことある人いるかもしれないですけど、ああいうのもジュエルチャオと呼ばれてるんですが、ただジュエルチャオに関してはもう入手難易度がめちゃくちゃ高くてですね、まあ、ちょっとレアなチャオですね。なるほどな。スペシャルチャオとまあ呼ばれるグループで、配信限定の個体とかもいたんですよ。当時、まあ、ドリームキャストだったりゲームキューブにこう配信だったり何かイベントで配布されたりとか、そういう形でまあ配布されたチャオっていうのがありまして、例えばテイルスみたいな形をしているテイルスチャオとか、ナックルズチャオとか、エミーチャオとか
いたんですね。ソニックジェネレーションズ、最近リマスターされましたよね。うんうん、あちらの方でもスペシャルチャオが登場してくれてますので、姿を見ることは可能です。そうなんだ。はい。当時はガーデンで育てることもできたんですよね。ああ、なるほどな。はい。こんな形でチャオにはたくさんの種類が存在します。うん、で今紹介した以外にも、交配することによって、そのハーフみたいなチャオも生まれたりするので、膨大な種類がいるんですよ。へえ。ハーフチャオとかまで極めようと思ったらマジで時間足りないんで、はいはいはい。興味がある方はその辺も調べてみると面白いと思います。うわ、奥深いね、チャオの種類。はい。なるほど。以上がチャオの種類ですね。うん。じゃあ最後に、ネームドチャオ、名前のついてるチャオ。はいはいはい。有名なチャオですね。こちらについて軽くだけ触れさせてもらいます。はい。まず一番有名なのはチーズですよね。はいはいはい。たびたび解説の中でも登場してましたけど、クリームの親友のチャオですね。チャオには性別がないっていう話をしましたけど、明智的にはこのチーズはですね、男の子だなって感じることが多くて、こう小さいだけにですね、クリームを守るナイトみたいな、そういう立ち振る舞いをしてる姿がソニックバトルとか、各シリーズで見ることができるので、そんな可愛いチーズを皆さんも応援してあげてください。なるほど。チーズね。はい、でそのチーズの兄弟であるチョコラというチャオもいます。ソニックヒーローズに登場して、以降あんまり出てこなくなっちゃったんですけど、今はですね、クリームのお母さんのバニラと一緒に留守番していることが多いということで、チーズと比べると少しおとなしくて礼儀正しい性格、成長したらヒーローチャオになるんじゃないかなみたいな感じですね。なるほどな。チーズとチョコラは兄弟なんですね。はい。そこ気づきましたね。なんかさっきコミュニティとかはあんま作らないみたいなのがチャオの特性としてあるらしかったですけど、そもそも繁殖ダンスの際にチーズとチョコラと2つ生まれたってことなのかな。双子か兄弟かは分かんないですね。そうかそうか。同じ親から生まれた子供なのかもしれないし。なるほどな。はい。でもその上で兄弟っていうことで一応紹介されてて、でも一緒に暮らしてるわけだよね。そうだね。これはなんかじゃあチャオの中でもちょっとイレギュラーというか。イレギュラーですね。今までのそのチャオの設定からはちょっと逸脱しているというか、これどういうことなんですか、セガさんと。ここもちょっとセガさんに問い合わせたい。ということで、兄弟という関係は一体っていうことで、未だちょっと明かされてはないんですけど、一応そんなキャラクターたちが登場して、ソニックピクトなんかでもね、チョコラの姿見ることできますので、はい、そこで知ってる方もいたかもしれないですね。なるほど。次はちょっとマニアックなキャラなんですけど、チャクロン。チャクロン。はい。こちらはですね、チャオレース、チャオガーデンの中で挑戦することができるミニゲームなんですけど、このチャオレースを制覇したチャオのライバルとして登場する隠しレーサーでして、全身真っ黒でめっちゃやる気なさそうな、なんかもう親父スタイルでこう眠ってるみたいな状態で出てきて、肩肘ついてスタート合図が出てもしばらく動かないんですよ。寝たまんま。めっちゃナメプだね。ただですね、突然ものすごいスピードで走り出して爆速でゴールまで突っ走っていくというね、そうなモンスターなんですよね。何こいつ、チャクロン。もう全てのチャオレーサーたちを絶望のどん底に叩き起こした黒いあいつことチャクロン。そんなやついるんだ。ですね。ナメプで全員ごぼう抜きで勝ち上がっちゃうんだ。勝ち上がっちゃいますね。なるほど。はい。あと名前はついてないんですけど、闇の取引所のチャオ。いた。これも印象深いんじゃないですか。チャオ幼稚園のね、ロッカーが片隅に置いてあって、そのロッカーの中に商売を営んでいる謎のチャオがいるんですよね。怪しいやつが、サングラスとマスクでね。そう、顔も全然わかんなくてね。めちゃくちゃ怖いやつがいるんですけど、この闇の取引所のチャオっていうのは、皆さんのインパクト残ってるんじゃないかなと思います。あとは厳密に言うとチャオじゃないんですけど、おもちゃオですね。おもちゃオだ。はい。ソニックアドベンチャー2で初登場したチャオ型のロボットで、結構有名というか、いろんなゲームに登場して、結構審判的な役割を任されたりとか、チュートリアルみたいなことを担当したりとか、いうキャラクターですよね。これは誰が作ったのかとか、どういう目的で作られたのかとか、全くプロフィールは明かされてないんですけど、そうなんだ。チャオ型のロボットっていうことで、チームソニックレーシングではチャオ3人とタッグを組んで、4人1組でレースに参戦していると。なるほど。チャオの仲間として忘れちゃいけないキャラクターですよね。おもちゃをね。以上が主な有名チャオたちですかね。なるほど、いただきました。最後のトピックになります。チャオの歴史解説考察です。ここからちょっと話の毛色が変わるんですけど、今まではチャオって何なの、チャオの生態ってどんなのって話をしてきたんですけど、ここからはソニックの世界観、歴史においてチャオがどういう扱いだったのか、で今後チャオってどういう扱いになっていくのかなみたいな考察も踏まえてお話ししたいと思います。なるほど。
明智の考察が含まれてますので、全てが公式情報じゃないというところは一応ご了承の上で楽しんでください。はい、了解です。そもそもチャオの解説いろいろしてきましたけど、未だ謎が多いです。確かにね。はい。そもそもチャオがソニックたちが住んでいる惑星、最近は地球って明言されることも多くなりましたけど、ここではちょっとソニックの惑星と言いますね。はいはい。ソニックの惑星の原生生物なのかどうかすら不明なんですよ。ああ、そうなんだ。もともとここ由来の生物なのかってことですよね。遥か古代、少なくとも3000年前からソニックの惑星にいたことは明らかになっています。そんな前からいるんだ。この3000年前っていうのがいわゆる古代ナックルズ族が清流を誇っていた、カオスとのいざこざがあった時代ですね。なるほどなるほど。ソニックアドベンチャーでその時代のシーンって出てきてチャオもいましたから、少なくとも3000年前にはいたんだなということは分かってます。はいはいはい。マスターエメラルドの祭壇ありますよね。マスターエメラルドの祭壇の近くでカオスと共に暮らしています。はいはい。このカオスというのは実はチャオの突然変異体なんですよね。さっきもカオスチャオの話がありましたもんね。そうですね。カオスチャオとカオスのつながりというのも、示唆はされているもののしっかり解説されたことはないんですけど、確かにカオスチャオがさらに何らかの変化があってカオスになったっていうのは考えやすいですよね。特にライトカオスはすごく見た目がカオスに似てますから、そうなんだ。カオスもそういった進化の過程を経たんじゃないかというのは想像になりますけど、ありますよね。なるほど。で当時はカオスが7つのエメラルドのパワーを使って祭壇の周辺に綺麗な水をずっと保ってたんです。あれカオスがカオスエメラルドの力でやってたんですよ。でかつ外敵から守ってくれてたので、そこにチャオは生き続けることができたんですね。他の場所にいたチャオっていうのは、外敵によって滅ぼされたんじゃないかと言われています。そうなんだ。あの時代に生きてたチャオたちっていうのは本当に祭壇の周りにいたチャオだけなんですよね。なるほど。でナックルズ族の族長パチャカマの侵攻によって祭壇が荒らされてしまって、カオスの暴走、そしてナックルズ族の衰退というのがあったんですよね。この辺りについてはまた別の動画で詳しく語ろうかなと思うんですけど、ソニックアドベンチャーのね実況もやってますから、そちらを見ていただければなんとなくは流れはつかめるかなと思います。でその後マスターエメラルドの祭壇があったエリアっていうのは天空に浮かび上がってエンジェルアイランドになってしまうんですよ。要はそこの元々あったミスティックルーインとエンジェルアイランドって分かれちゃうんですよね。でマスターエメラルドの周りにカオスもいなくなってしまったので水も失われてしまって、チャオたちの住処がなくなってしまいます。まずいじゃん。絶滅の危機ですよね。そうだよね。そんな中、数少ないチャオが適切な環境を持つ土地に、なんとかたどり着くことに成功して、かろうじて生き延びたのがミスティックルーインのガーデンといったチャオたち。そうなんだ。なんですよね。でさらに時を経てステーションスクエアに保護されたりとか、していったんですよね。現代に3000年の未来にまでちゃんと種を存続させることができたということですよね。チャオにはそんな壮大な歴史があったと。一回絶滅の危機に瀕してるんですね。そうですね。なるほど。でカオスによって守られていて、生きながらえていた、数少ないチャオたち、その中でもさらに生き残りが今に続いていると。そういうことか。ノハの箱舟みたいな話だね。確かにね。なるほど。なので今もう各地でチャオが見られるのは奇跡みたいな話なんですよね。本当にカオスが頑張ってくれたなと。そうだね。話ですよね。そう考えるとソニックアドベンチャーのラストシーンもね少しグッとくるんじゃないですか。確かに。パチャカマ許せなくなってくるな。そうだね。そういう感情にもなるよね。あれがどれだけ大きな事件だったかということですよね。なるほど。でここからは少し考察が入ってくるんですけど、ソニックアドベンチャー2のピラミッドステージあるじゃないですか。ピラミッドステージの壁画にチャオの姿が描かれたりとかしてるんですよね。そうだったっけ？そうなんですよ。そう考えるとピラミッドがいつ作られたものかっていうのは定かじゃないですけど、少なくとも人間文明の近くにある古代文明だよね。ソニックたちの文明の古代文明はナックルズの文明ですけど、ピラミッドって人間文明の近くにあった施設なので、その古代文明ともチャオは関わってたんじゃないかということが想像はできると。なるほどな。ということですね。とにかく昔からいたんだな、そうやって聞くと。でその壁画に描かれるぐらいには、やっぱ神秘的な存在、不思議な存在として扱われていたんじゃないかなと思います。なるほど。ソニックフロンティアで
古代人で出てきましたよね。はいはいはい。見た目がカオスとそっくりでおなじみの古代人ですよね。古代人ね。はい。でこの古代人はカオスとこう遠縁であるっていうことが明かされました。あ、そうなんだ。で種としては同じルーツがあるということが明かされたんですね。うんうん、そう考えると、必然的にチャオと古代人というのもつながりがあるんですよ。ほうほう。カオスって、チャオの突然変異ですから、うんうん、ということは古代人もチャオと関わりはあるよねということが言えるわけで。なるほど。で古代人はもともと宇宙から移り住んだ種ですから、ソニック惑星とは別のところにいてソニック惑星にやってきたっていう種族なので、もしかしたらチャオも宇宙から移り住んできた種なんじゃないか、ということも言えます。カオスエメラルドもその時に持ち込まれてますからね。あ、そうなんだ。はい。なるほど。そんなことがソニックフロンティアによっていろいろ明かされたことによってチャオの設定にもまた新たな光が当てられるんじゃないかと。はいはいはい。今ソニック考古学会の中では湧き上がってるんですよね。そんなニッチな学会が存在するんですね。はい、なるほど。チャオが明かされるカオスエメラルドの秘密とともにみたいな状態になってます。なるほど。はい。チャオ今激アツなんですよね。はい。他にもプロフェッサー・ジェラルドが開発して今ガンの兵器の中に動力として使われているカオスドライブ。はいはいはい。あのカオスドライブは本来生体に無限のエネルギーを与えるために開発されたんですけど、今はガンの兵器に使われてますよっていう状態のアイテムなんですよね。はいはい。過去の解説とかでもね解説してくれてましたよね。はい。そんなカオスドライブ、チャオは吸収して成長するんですよ。おー、はいはい。はい。これもチャオだけの特性ですから。おー。なぜすごくないっていう。確かに。カオスエメラルド由来ですからね、カオスドライブの能力っていうのは。なるほど。やっぱりカオスエメラルドとチャオって密接に関わってるんじゃないのとかっていうのもちょっと想像できますし、はいはい。あとさっきも話題になりましたカオスチャオ。不老不死なんですよね。そういうことだ。もう究極生命体いたんですよ。不老不死。シャドウの前からチャオってもうその名を持っていたわけだ。そうなんです。究極生命体と。そういうことなんですよ。はいはいはい。でジェラルドはこれを知らなかったのかっていうことですよね。なるほど。ジェラルドほどの考古学者で、科学者で生物学者がでチャオのことも研究してたと思うんですよね。ナックルズ族のことすごい調べててカオスのことも知ってましたから、はいはい、人工カオス作ってるぐらいだしね、チャオを知らないはずがないのになぜカオスチャオの不老不死にこう注目しなかったのか。カオスチャオを研究すればマリアを救えたんじゃないかとかね。なるほど。いろいろ想像が膨らむ。うわ確かに、この辺はどうなんでしょう。面白いですよね。面白いね、はい、明らかにはなってないけども考察の余地ありってことだよね。そうですね。なるほど。チャオがこれから、どこまで明かされていくかわからないですけれども、まだまだ面白い謎を秘めているキャラクターなんだと、これだけ深い設定が込められているキャラクターなんだということが分かっていただけたんであれば良いかなと。いや確かに思いますね。いろいろなんか伏線は張られてますね。そうなんですよ。面白くなりそうだな。はい、今後のソニックシリーズの動きに注目ですね。なるほど。はい、で以上チャオ解説でした。ありがとうございます。面白いね。面白いでしょう、チャオは面白いのよ。なるほど。チャオガーデンっていうところがねやっぱり皆さんの印象に強く残ってると思うんですけど、チャオはストーリー設定とかキャラクター設定を実はめちゃめちゃ面白いキャラなので、確かにそこを今回解説したっていうところが強かったですね。なるほど。チャオって脆くて儚い存在とか説明されることもあるんですけど、近年はもうワイワイ楽しくのんきに暮らしてるキャラなので普通にそんな感じでね楽しんでもらえればいいとは思いますが、シリアスな側面もあるんだぞというところで、一粒で二度美味しいキャラですよね。なるほどね。ただ可愛いマスコットキャラだけじゃないぞっていうことがね、今回の解説で分かったんじゃないかなと思います。こんなチャオについてもっと知りたいよという方はYouTube のソニックスヘッジホグ公式チャンネルで公開されているアニメ作品、チャオインスペース。こちらですね、チャオの可愛い姿がたくさん見れます。エンディングはなんとチャオたちが歌うエスケープフロムザシティのクリスマスソングアレンジ。何それ。情報量が多すぎるんですけどそうなんだ。はい、可愛すぎるのでぜひ聴いてみてください。なるほど。エンディングにも注目ね。はい。また、Steam の方でねソニックアドベンチャー2が配信開始しておりますので、そちらで噂のチャオガーデンデビューしてみてはいかがでしょうか。チャオの可愛さを全身で浴びられること間違いなしです。なるほど。ということで、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。メンバー限定で動画作成の裏側やこの動画には含めなかった内容なんかをアフタートークで公開しますので、興味のある方はぜひメンバー登録もご検討ください。はい、お願いします。じゃあ締めの挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。